どういった時にそういうシワを作っているのか把握することが第一の改善法になります。しっかりとおでこのトレーニングをしていきましょう。1、2。こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日は目と目の間のシワの改善法についてお伝えします。鼻の付け根、ちょうど目と目の間の位置に横じわができると少し意地悪なイメージになってしまいます。でも気づいてすぐに対処することで目と目の間のシワを完全に消すことができますよ。とても簡単なので一緒にやってみましょう。目と目の間にシワができるってどういう状態かというと、鼻の上、目と目の間ですね。眉間だとここに縦にできますけども、これはもう横じわです。横、目と目の間の横じわですね。稀にですね、眉間のシワがつながったようになって縦に細かくできる場合もありますけども、それも同じようにですね、鼻根筋っていう筋肉の収縮でそのようなシワができます。おでこからですね、鼻に伸びてる筋肉になります。縦に筋繊維が走っていますね。でこの筋肉はですね、どうやったら緊張するかということなんですけども、ここ自体を緊張させるってすごく難しいんですよね。でも癖でですね、ここがキュッと緊張する方がいらっしゃいまして、こういうシワがすごくできやすいです。筋繊維に向かって直角にシワってできるんですね。この筋肉がキュッと収縮することによって、その上の皮膚がこのように波打つわけです。最初はですね、ここにうっすらできて、あれこれ何のシワだろうなと思っててもですね、だんだんとですね、それが定着してくるんですね。何かの表情の時にスッとそういうシワを作ってるんですけれども、知らず知らずの間にそれが重なって定着すると、その表情をしなくても常にここに横じわもしくは細かい縦じわが入っている状態になります。ですので気づいたら早めにですね、どういった時にそういうシワを作ってるのか、そういう表情をしてここの鼻根筋を緊張させているかというのをまず把握することが第一の改善法になります。どういう時に鼻根筋に力を入れてしまっているかは、やはり鏡で自分でいろんな表情をした時に分かります。ただ鏡を見てるだけでは絶対できないですよね、シワが。自己紹介、自分の中で自分のことを語ってみてください。出身地とか好きなこととか趣味とか心がけてることとか食事で気をつけてることとか何でもいいので、鏡に向かって自分に語りかけてみてください。その時にですね、何かの時にヒュッとシワが入る時があると思います。こういうことを言う時とか、こういう表情をした時にこのシワができるんだということを把握すると、自分の中で改善できますよね。自分の中でこのシワ嫌だなというものがだんだんできてどんどん深くなる時には何かしら必ず原因があります。日頃の表情の中でその顔をしている時があるので、それをまず自分でしっかり把握することで、その顔をしない、基本的にその表情をしない。例えば私なんか時々眉毛を上げる癖があるんですけども、できるだけ眉毛を上げないように今気をつけているところなんですね。これが繰り返されるとおでこにシワが定着するんですね。つい私もそうなんですねとか言って眉毛を上げてしまうんですけど、ちょっとできるだけ自分の中でそれを気をつけてます。そんな感じで自分で気をつけていると、ここにシワができなくなりますので。それとこれからですね、普段の表情の時でももう横にシワがあって悩んでるっていう方にいいトレーニングをこれからお伝えしますね。鼻根筋が原因ということをお話ししましたね。眉間から鼻筋に沿って鼻にある筋肉、これ鼻根筋が緊張してキュッとここが縮むわけです。そして横じわができるんですけれども、この前頭筋っていうおでこの筋肉とですね、実は相反する動きをします。この鼻根筋っていうのは、前頭筋がキュッと緊張するとこの鼻根筋が伸びます。前頭筋がどんどん緩んで落ちてしまうと鼻根筋の方が強くなってくるんですね。ですので鼻根筋よりもこの前頭筋をしっかり強くしていきましょう。前頭筋が強くなれば頭皮からおでこの皮膚もですね、落ちてこなくなるので、たるみも原因の一つなんですよ。頭皮からぐーっとたるみも出てくるんですね。顔と頭皮は一枚でつながってますのでね、顔と一緒ですからね、一枚皮ですからね。これがたるんで落ちてくるとこういう状態になるので、皮膚が余ったような感じで線もできますのでね。鼻根筋が弱くなることだけではなくて、頭皮も下がってくること、それもやっぱり原因になりますね。鼻根筋よりも前頭筋を鍛えて、そして頭皮も下がらないようにするためにしっかりとおでこのトレーニングをしていきましょう。顔の一番上、この筋肉は下がると顔全体のたるみになりますからね、しっかりマスターして頑張ってください。はい、では眉毛の上に指を置きますよ。そして眉毛を上げます。眉毛の上げ下げで前頭筋を鍛えますね。はい、この状態で1、
2、ちょっと斜めになりますね。1、2、3、4で、この時にですね、後ろに後頭筋っていう筋肉がありまして、前頭筋と後頭筋はセットなんです。前頭筋が鍛えられると後頭筋も鍛えられますので、ここの頭部の筋肉に自分の中で意識を持っていってほしいんですね。ここを鍛えるときに思いっきり眉毛を上げるとですね、ちょっと後頭部が緊張するのがわかると思いますので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、上げたまま10秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これを繰り返してると鼻根筋自体が弱くなってきます。前頭筋の方が強くなるのでね、相反する動きをしますので、こちらをしっかり強化すると鼻根筋の方が弱くなります。逆に前頭筋が弱ると鼻根筋が強くなってシワができやすくなるので、とにかくこの前頭筋、おでこの筋肉をしっかり鍛えていくこと。そしてですね、もうお気づきかと思うんですけど、こうやって眉毛をこう上げた時にここすごく伸びますよね。ストレッチされますね。ですので定着しかかっているシワもこれでぐっと伸ばすことができますので、この前頭筋鍛えましょう。理想は100回。もうすごく悩んでいる方は100回頑張ってください。私はですね、これ毎日100回やってます。後頭筋っていう筋肉はですね、頭皮をしっかりと引き止める役目っていうんですかね。頭皮をたるまさないようにここで止める役目があるんですよ。頭皮をしっかり固定する役目があるので、この後頭部の筋肉、ここにあるんですね。ちょうどこの後ろ頭ね、ここに。で、前頭筋とセットになっていると思ってくださいね。あとはここ腱膜なんですね。前頭筋、後頭筋、腱でつながってここにありますから、ここを鍛えたら後頭筋も一緒に鍛えられます。で、後頭筋はとにかく頭皮をしっかりとここでたるまないように維持して固定してくれる役目があるので、でもここを鍛えるのは難しいので、これで前頭筋を鍛えることによってこっちも鍛えますので、私はだからこのおでこのトレーニングではですね、もう一番大事ぐらいに考えてますからね。もちろん頬を高くしたりとか口角を上げたりとか、いろいろ大切なトレーニングたくさんありますね、顔ダンスの中でも。でも特にこの前頭筋はもうとにかく頑張って鍛えてます。そうすると顔全体がたるまないんですよ。しっかりとここさえ鍛えておけば目の間のこの横じわも解消されますので、しっかりと前頭筋鍛えてください。できたら100回、最初は10回ぐらいから少しずつ増やしてもいいかもしれませんね。必ず効果が分かりますので頑張りましょう。はい、それではしっかりまとめていきますね。目と目の間にできるこの横じわの解消法ですね。その横じわの原因になっているのは鼻根筋ですね。この鼻根筋を緊張させてるんです。何かの時に、普段の表情の時にそういう顔をしてるわけなんで、それをまずご自身で把握すること。鏡の前で自己紹介をして、どんな時にここにクチュッと細かいシワが寄るか、その時にですね、眉間が下がってキュッとこうなりますからね、シワができますので、その瞬間を捉えてください。そしてその表情をしないように努力することが一つ。もう一つは前頭筋、おでこの筋肉を鍛えましょう。鼻根筋よりも強くする。そうするともう鼻根筋があまり動かなくなりますので、しっかり前頭筋を鍛えていくこと、この2つです。で、前頭筋は眉毛の上に指を置いて、そして眉毛の上げ下げですね。この時に後頭部にある後頭筋という筋肉も一緒に鍛えられますので、そこの筋肉を意識するぐらいまでしっかり目いっぱい上げてください。もう適当にこう眉毛の上げ下げをするんではなくて、グッ引き上げる。後頭筋響くまでね。最初はちょっと難しいかもしれませんけどね、だんだん分かってくると思いますので、こんな感じでグッと上げてしっかり緊張。2、3、4、これを10回続けますね。最後に10秒キープしますよ。はい、慣れればですね、100回眉毛の上げ下げをして10秒キープ、これをやってみてください。そうすると知らず知らずの間にもうここがシワが完全に消えます。頑張りましょう。目と目の間のシワの改善法についてお伝えしてまいりました。顔の中心部はその人の印象を決める大切な場所です。シワのないすっきりした顔を保ってまいりましょう。今日もご視聴ありがとうございました。次回はキラキラ輝く目の作り方についてお伝えする予定です。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。
おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。おきゃんママでした。